はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらの白のワゴン R、テールランプを考察したいと思います。この白のワゴン R のテールランプを交換するにあたり、今ね、WR の純正のテールランプがついてるんですけども、これ私も好きなんですよ。ただ、幸いにもサムネ見ていただいた通り、マーブラバレンティのテールランプが大好きなんですね。それで、バレンティのテールランプもいろいろ種類があるんですけれども、この白のワゴン R につけてみて、どれが一番合うのか。またはですね、マーブラが乗ってる16万円で購入した黒のワゴン R のバレンティのテールランプを移植したらどうなるのか。白のワゴン R と黒のワゴン R の双方でね、マーブラックコレクションのテールランプを実際に取り付けてみて、どんな感じで見えるのかっていうのをやってみたいと思います。M さんはどれが今のところ予想ではいいと思う？白はやっぱ綺麗なのが好きだな。クリアな感じが。綺麗に見える。発色のいいやつがいいかもしれない。なるほどね。それをね、実際につけてみてどんな感じになるのかっていうのをやってみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでもベーション。それではですね、実際にワゴン R に様々なテールランプをつけたいと思うんですけれども、まず白のワゴン R に関しては、こちらの WR の純正のテールランプがついております。これはこれで M さん悪くないよね。普通だよね。うん。マーブラもね、この WR のテールは結構好きです。これはさ、はい。白の方がよく似合ってるよね。黒についてるよりも。でもね、黒のワゴン R には黒のワゴン R で合ってるは合ってるんですよ。マーブラはね、結構嫌いじゃないです。ただ、今回ね、いろいろ持ってるんで、いろいろ持ってると言っても、バレンティのテールランプしかないんですよ。マーブラの中で MH21S と MH22S の車外のテールランプで合うものと言いますと、バレンティ一択なんです。しかも、バレンティの斜めになってるタイプのテールランプ。これがマーブラの中で一押しなんですね。それで、そのバレンティのテールランプをマーブラちょっといろいろ買い占めてますので、それを披露すると同時に、この白のワゴン R と、こっちの黒のワゴン R、当てはまるものっていうのをピックアップしていきたいと思います。ちなみに今ね、黒のワゴン R は、バレンティのマーブラックブルーアイズを施したテールランプになります。これは赤が多めのテールランプとなります。それでは、マーブラックのコレクションとなりつつあるバレンティのね、LED テールランプをご覧いただければと思います。いきます。オープン。こんなにございます。ちなみに、1セット、2セット、3セット、4セット、5セット、6セットと6セット持っております。バレンティの LED のテールランプ。これをね、実際につけていくんですけども、ちょっと紹介しますと、これが今ついてるタイプのテールランプのマーブラックブルーアイズを2施工のテールランプです。それで次が同じ色合いでマーブラックブルーアイズを施工したものです。そしてツートンカラーになってるマーブラックブルーアイズを施工してないものです。次が同じデザインでマーブラックブルーアイズを施工したものになります。そしてこちらがマーブラックブルーアイズを施工してるんですけども、マーブラはね、正直あんまりどぎついスモークって好きじゃないんですよ。なので、一応ね、1セットだけあるんですけれども、スモークタイプのバレンティのテールランプとなります。これをいつも常備してるんですね。常備ってわけじゃないけどね。気分によってテールランプを付け替えたりとかして、実はこの間のナイトミーティングの時に、もともとはこの LED テールランプ入れてたんですよ。なんですけども、さりげなくこっちに切り替えてました。ということで、これを実際に交換したいと思います。まずは白のワゴン R から付け替えたらどういう感じになるのかというのをお見せしたいと思います。それでは純正がこんな感じなので、これからバレンティのテールランプに交換したいと思います。まずはスモークテールのテールランプからやってみたいと思います。
こにもするの？ここだから。はい、じゃあスモークテール取り付けましたんで、どうぞご覧ください。はい、という感じで、これがスモークのテールランプでした。次は赤とクリアのテールランプにチェンジしてみたいと思います。はい、じゃあ今度赤とクリアのツートンカラーのテールランプに交換しました。ちなみにこれはマーブラックブルーアイズが施工されてないタイプのテールランプとなります。こちらをね、ご覧いただければと思います。はい、今回赤とクリアのツートンカラー。M さんはどう？発色良かったよ。今のところスモークとこれと比べたらどっちがいい？こっちの方が安全だね。安全？うん。見栄えは？見栄えも綺麗だよ。クリアだし。だからどっちがいいんだ？こっちの方が綺麗だと思うよ。マーブラもこっちの方がいい印象ありますね。なんか悪い人が乗ってなさそう。なんとなく言いたいことはわかる。そしたら今度はこのテールランプにマーブラックブルーアイズを施したものを見てみたいと思います。はい。では今片方だけマーブラックブルーアイズを施したのを取り付けてみました。これがデフォルトの状態です。こちらがマーブラックブルーアイズを施した感じです。違いわかります？わかる。こっちの右の方が綺麗なお姉さんが乗ってる。こっちはおっさん乗ってそう。どうせおっさんのセンスだよ。はい、ということで、これがマーブラックブルーアイズを施した感じになりますので、点灯してないパターンと点灯しているパターンをそれぞれね、見ていただければと思います。はい、じゃあ今度はマーブラックブルーアイズを施した赤とクリアのツートンのテールランプとなります。ということで、これがマーブラックブルーアイズを施した赤とクリアのツートンテールでした。続いて、赤が多いクリアテール、デフォルトのタイプとマーブラックブルーアイズの施工バージョンを組み替えてみたいと思います。今度は赤多めのクリアとツートンのテールランプに交換しました。今はマーブラックブルーアイズを施工してないデフォルトの状態になります。こちらの状態をご覧いただければと思います。
これがデフォルトでの赤多めのクリアのツートンカラーのテールランプとなりました。次に、この赤多めのクリアツートンのテールランプにマーブラックブルーアイズを施したものを片側ずつつけてみたいと思います。それでは赤多めのクリアのツートンのテールランプでマーブラックブルーアイズを施した方とデフォルトの状態の比較を見てみたいと思います。はい、これでマーブラックブルーアイズ施工したタイプと施工してないタイプのハーフ&ハーフを体験していただきました。残りマーブラックブルーアイズの施工したバージョンを取り付けたいと思います。これで白のワゴン R でのテールランプの比較、これでラストになります。ぜひご覧ください。ということで、白のワゴン R でのバレンティの LED テールランプの比較、いかがだったでしょうか？ M さんはどれが良かった？私これがいい。こっちのこれ。ああ、明るい方。うん。綺麗だったから。ああ、なるほどね。プラチナ感が増してて綺麗。マーブラはこれだね。それか、はたまた、この純正、マーブラックブルーアイズを施したもの。基本的に、マーブラ的には、スモークはあんまり好きじゃないんだけど、ちょっと純正だと明るすぎんだよね。シルバーの部分。それなので、ちょっと締めたいっていうのがあって、マーブラックブルーアイズをちょっと施したいっていうのがあるんで、この白のワゴン R だったら、この純正のテールランプに、マーブラックブルーアイズっていうのが一番いいかなと思いました。その次が赤と白のツートン。それのマーブラックブルーアイズを施したやつがいいかなと思いました。ということで、白のね、ワゴン R だとこんな感じになりました。もしね、白のワゴン R 乗られてる視聴者さんがいたら、バレンティのテールランプ、今はもう希少です。なかなかありません。だいたい割れてるやつとかそんなんばっかです。それなんですけれども、マーブラなんとか集めて、こんな感じで動画展開したいなっていうのもありましたので、正直、バレンティのこの斜めのタイプの LED テールランプはマーブラの独自の好みで買い集めたんで、これが多分一番人気じゃないかなと思います。社外のテールランプの中ではね。ただ、すいません。マーブラ買い占めさせていただいております。もう買うことはないと思いますけども、今ならまだそんなに値段跳ね上がってないので、もしこのテールランプいいなと思った方は、お早めに購入した方がいいと思いますのでね。ぜひ検討してみてください。続いて、黒のワゴン R でのバレンティのテールランプをやろうと思うんですけれども、マーブラックブルーアイズを施したものと施してないものの左右の比較っていうのは多少あります。すいません。疲れちゃいました。ということで、ずっと同じテールランプを見比べてるのも見飽きちゃってると思いますので、黒のワゴン R での方は、各々のテールランプをつけて、全体のビューと点灯具合と見てもらえればと思いますので、早速取り掛かりましょう。
これが、スモークテールランプね。これはね、おすすめする車両は、若い方なんかはこういうのが結構好きな人もいるかなと思います。マーブラもうちょっといいおじさんなんで、これだとちょっといかつすぎちゃうというのがありますんで、マーブラはもうちょっとやはり落ち着いたスモーク具合がいいかなと思います。お若い方にはこれぐらいのなかなかはっきりとしたスモークっていうのもありかもしれないですね。続いて赤とクリアのツートンのテールランプに交換してみたいと思います。はい、それでは今度は赤と白のツートンのデフォルトの状態ですね。マーブラックブルーアイズを施してないバージョンを取り付けました。これのね、どんな感じかというのをお見せしたいと思います。ということで、赤と白のツートンのデフォルトの状態のテールランプとなりました。M さん、やっぱこれ？これかわいいね、やっぱり。そうなんだね。マーブラはやっぱちょっと違うんだよね。これは個人のね、主観なんで、どれがいいっていう正解は、各々によって違うんでね、そこは気にせずに、様々なテールを交換していきたいと思います。それでは次はですね、マーブラックブルーアイズを施した、この赤と白のツートンのテールランプを交換したいと思います。では今度は赤と白のツートンのマーブラックブルーアイズを施したバージョンのテールランプとなります。ぜひご覧ください。教えて今夜の調子カスタムはどんながキャッチー電子音のリズムに乗って走り続ける夜に溶けてくね心は波に飲まれそうでいかがだったでしょう。マーブラは黒のボディにはやっぱりこれが一番かなと思います。残りのパターンは赤多めのクリアとツートンのテールランプのね、デフォルトの状態とマーブラックブルーアイズを施工したバージョンの2タイプを取り付けてみたいと思います。ということで、赤多めのクリアのツートンのテールランプに交換しました。ぜひご覧ください。ということで、赤多めのクリアのツートンカラーのテールランプ。こんな感じでした。さあ、ラスト。この赤多めのクリアのツートンのテールランプのマーブラックブルーアイズの施工バージョンを取り付けたいと思います。ということで、最後の赤多めのクリアのツートンカラーのテールランプとなります。こちらはマーブラックブルーアイズを施工しているタイプとなりますので、ぜひマーブラックブルーアイズの魅力をね、ご覧いただければと思います。
最後ご覧ください。ということで、長い時間ご視聴いただきありがとうございます。様々なね、タイプのテールランプを白のボディと黒のボディで取り付けた状態だったらどうなるのかっていうのをご覧いただきました。M さんは白のワゴン R だったらどのテールランプが良かった？赤と白のさ、2番目のやつ。それ、やっぱ綺麗だね。黒のワゴン R だったら？黒もそれが綺麗だった。黒のワゴン R だったらこれ。うん。はっきりしてるのがいいね。結局、車のボディの色合い云々っていうよりも、テールランプのデザインなのかなっていうのは感じました。好みのカラーがあるよね。そうだね。それの次に、ボディとの相性っていうのが出てくるのかもしれないね。ただ、マーブラ的には、白のワゴン R には、この純正のテールランプのマーブラックブルーアイズを施したやつ。黒のワゴン R だったら、赤とクリアのツートンカラーのバレンティのテールランプに、マーブラックブルーアイズを施したのが一番ベストかなと感じました。ということで、こちらね、決してマーブラのバレンティのテールランプを俺こんだけ持ってんだぜの自慢動画ではなくて、なかなかこうやって買い揃えるっていう機会もないので、バレンティのテールランプの良さと、人それぞれ好き嫌い分かれると思うんですけれども、マーブラック的なバレンティの斜めのタイプの LED テールランプの魅力のお伝えと、この白と黒のワゴン R でバレンティのテールランプをつけたらどんな雰囲気になるのかっていう比較の動画となりました。決して企業案件ではございませんので。こちら廃盤となってますんで、もしね、このテールランプがいいなと思う視聴者さんいたら、これ早めに買った方がいいです。もうこれ廃盤なので出回ってません。なのでマーブラこれ買い揃えるの結構苦労しました。だいたい1万円から1万5千円ぐらい。範疇で買えるテールランプとなっておりますので、これからますます数が少なくなっていくのと、テールがね、悪くなっていってしまうので、もしいいなと思ったら、早めに購入した方がいいんじゃないかなと思います。ということで、デザイン決めでね、今回ようやく決定しましたので、白のワゴン R は純正のテールランプのマーブラックブルーアイズバージョン。黒のワゴン R は赤とクリアのツートンのマーブラックブルーアイズバージョン。このテールランプでいこうと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が良かったらね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらのタダでもらったワゴン R シリーズでレンズ類の塗装を行いたいと思います。こちらの車両ですね、レンズとかいろいろ塗装とかされてたりとか、そのままのね、状態で純正のまんまであったりとか、様々なんですけれども、いかんせんレンズがくすんでたりとかありましたので、こちらのレンズ類の塗装をして、塗装を行うと同時に、マーブラックオリジナルのマーブラックブルーアイズをお披露目したいなと思いますので、ヘッドライトとテールランプだけじゃなくて、こちらのドアミラーウインカーとかね、そこら辺なんかも塗装していきたいと思いますので、ぜひこちらのワゴン R のバージョンアップとともに、マーブラックブルーアイズの塗装具合をね、見ていただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。それでは実際に何を塗るのかと言いますと、こちらのテールランプですね。こちらは純正のテールランプなんですけども、マーブラックブルーアイズに塗装してツヤツヤの状態にしたいと思います。そしてこちらのドアミラーウインカーのカバーでございます。こちらは現在ドアミラーウインカーはついてない状態になってるんですけれども、こちらを MH22S の後期のようにドアミラーウインカーをつけたいと思ってます。
そのためにこちらのカバー2つを Z17 に塗りたいと思います。そして同様にこちらのドアミラーウィンカーのウィンカー部分、こちらに関してはブラックブルーアイズを施工します。配線が中に入り組んでたので、ドアミラーのまんまマスキングをしてウィンカーレンズの部分だけを塗装したいと思います。でさらにこちらについては作業依頼のブラックブルーアイズとボディ色に合わせた塗装の依頼を受けたので、こちらは同様にですね、一緒に作業をして塗装をしていきたいと思います。今回塗装をしてボディにつける状態までは至らないんですけれども、またボディにつけた状態というのは今後のね、動画を楽しみにお待ちいただければと思いますので、今回は塗装の施工状態をご紹介したいと思います。あくまで素人による DIY なので、プロの方はガタガタ抜かさないようにお願いします。プロの方からしてみたら大した塗装技術じゃないと思うかもしれないんですけれども、 DIY でね、限られた環境でやりますので、温かい目で見ていただければと思います。一応ですね、現状では足付けとなる研磨の方は全て終えました。マスキングも一部終えて、これからですね、脱脂をして塗料を実際に作って、それから塗装を開始したいと思います。それでは早速作業に入りたいと思います。まずは脱脂から参りましょう。まずはですね、私の場合はマイクロファイバークロスとこの脱脂剤を準備します。そしてこちらを汚れを取ると同時に脱脂をね、していきたいと思います。適量をクロスにつけて、これでね、拭います。できれば同一方向で拭っていった方が繊維が残らなくていいと思います。隅っこの部分なんかもね、よく拭きましょう。こうやってね、脱脂と同時に汚れもきれいに取れますので、削った跡とかがちゃんと確認できます。これで乾いてくれば全て削った後のような感じになりますので、これを全てやりたいと思います。それまでスキップ。ということで全部なんとか脱脂を終えました。これからですね、塗料を作って実際に塗装をしていきたいと思います。さあ、塗料に関しましては、まずはグローブをつけましょう。こちらはね、ニトリルゴムの LL サイズのグローブとなっております。そして、今回の塗装に関しましては、色によってね、1液と2液と分かれております。鈴木さん、ありがとう。感謝しております。何色から塗るかと言いますと、Z17 のベースカラーから塗りたいと思います。こちらは1液性となっております。缶をよく振りましょう。よく振ったら缶開けて、これはもうそのまま混ぜる必要がないものですので、ロトを使ってそのまま入れちゃいます。こんなもんで結構です。ちなみに、こういう缶の場合は、こう入れんじゃなくて、こっちから入れるとあんまりこぼれなくて注ぎやすいです。そしたら蓋をして、ロシを置いて、いざ塗装しましょう。塗装のガンの調整は、マーブラは最初は、保湿量は半回転。範囲は狭めた状態で、エアは音で聞くしかないんだけど、これぐらいです。これぐらいで施工します。まずはね、端っこの方から塗っていきたいと思います。最初はエアだけ拭いて、ホコリを飛ばしましょう。気休めですけどね。はい、じゃあ塗ります。そうしたら範囲を1回転にします。そして全体的に軽く拭いていきます。最初はですね、こんな感じで軽く上に乗っかるぐらいで塗ってます。こんな感じですね。ちなみに塗る前はこんな感じです。こんな感じから、こんな感じで塗料の粉が乗ったぐらいの感じですね。DIY でね、独学で学習してる程度なので、そんなにうまくないかもしれないんですけど、こんな感じで塗っていってます。これを、こちらもね、塗って全体的にやっていきたいと思います。さあ、これで10分ぐらい経過したので、これで本塗りをしていきたいと思います。本塗りはドアミラーカバーの場合は、保湿量を1回転、そして
範囲を2回転ぐらいで塗りたいと思います。それでは Z70 のベースを塗り終えました。こんな感じでね、紫から見事に白になりました。まだね、これパールを塗っていないので、これからね、パールを塗っていきたいと思います。それでは一度洗浄用シンナーで洗浄したいと思います。続いて Z70 のパールの上塗りをしたいと思います。はい、では今度はパールを塗りたいと思います。切り拭きの感じはこんな感じとなっております。わかりづらいですよね。これを本拭きでパールを塗っていきたいと思います。さあ、今、パールを塗り終えました。確かに、ベースからパールを塗ったらですね、光沢感、パールなだけに真珠のような光沢感がですね、出ました。なかなか綺麗に塗れてますね。なかなか今回のパールは綺麗に塗れたかなと思います。それではですね、あとはクリア塗装となりますが、その前にレンズ類のマーブラックブルーアイズをですね、施していきたいと思います。ここでマーブラックブルーアイズを調合したいと思います。クリアベースに独自の混ぜた塗料があるんですけども、これをですね、塗り加減を見ながら濃さを決めていって塗装をしていきます。これがマーブラックブルーアイズの原液でございます。通常のね、スモークだと黄色みがかってるんですけども、これいろいろ混ぜてですね、偶然たどり着いた青みがかったスモークですね。これをクリアと混ぜて塗っていくと。そうするとマーブラックブルーアイズになります。さあ、これでですね、マーブラックはちょっと他の塗装なんかもしてたんで、だいぶ時間がかかってしまったんですけれども、ようやくですね、マーブラックブルーアイズをテールランプ1セットとドアミラーウインカー3セット。こちらをマーブラックブルーアイズを施してね、塗装していきたいと思います。動画に関しましては、こちらのテールランプをメインでね、撮影していきたいと思います。まずは軽くね、エアーでホコリを飛ばします。そしたら、塗質量半回転の範囲を1回転で鳴らし拭きをね、したいと思います。そうしたら、ちょっとぼやっとした感じの状態から5分ぐらい置いて、塗質量を1回転、範囲を2回転にします。それでは、本拭きいきたいと思います。はい、これで10分ほど待ちたいと思います。では、2度目を拭きたいと思います。
ちょっとスモークが弱いので、スモークをもうちょっと出したいと思います。これで今回さらにプラス 10% ぐらい濃くしてきました。今度は多分一発で色が変わってくると思います。カメラでは分かりづらいんですけど、これでだいぶね、スモークかかってきたので、あと1回ぐらいですかね。あと1回ぐらいスモークを塗装したいと思います。2度目をラスト塗りたいと思います。これで2度塗りしました。なかなかね、うっすら濃いめって言ったら矛盾してるんだけど、青みがかったね、テールランプが施せました。火で見ると、こんな感じですね。カメラだと分かりづらいんだけど、どちらかっていうとね、テールレンズがクリア化が増して、奥の黒い部分が強調されたって感じですかね。すごく立体的にも見えるようにもなったし、若干青みがかってるっていう感じのレンズに仕上がりました。その他ね、待ってる間にもドアミラーレンズの方も分かりづらいんですけど、うっすらのブラックブルーアイズを施しました。その他にもね、ガーニッシュをブルーイッシュブラックパールとか、ドアミラーカバーなんかもね、ブルーイッシュブラックパールとか、先ほど塗ったパールのね、ドアミラーカバーとか、もう一つブルーイッシュブラックパールのドアミラーカバーがあります。今ご紹介したものを全部クリア塗装をしてフィニッシュをしたいと思います。もう一頑張ります。さあ、まずはね、ドアミラーカバーからクリアを塗っていきたいと思います。はい、これで Z70 のドアミラーカバーのクリアを終えました。今度はね、テールランプを塗りたいと思います。さあ、じゃあこれで1度目の塗装を終えました。あとは3回塗った後の具合をね、お見せしたいと思います。その他もろもろも塗るものがありますので、それまでスキップしたいと思います。これで塗装の方完了しました。いかがでしょう。これがね、ブラックブルーアイズを施した純正テールランプとなります。どぎついスモークじゃなくてね、さりげないスモークっていうのがポイントです。テールランプはもとよりヘッドライトもサイドマーカーもドアミラーウインカーも塗ることができます。同様にこちらが Z70 のパールホワイトですね。塗ったものとなっております。パール今回初めてだったんですけど、初めてにしちゃ上出来だったんじゃないかなと思います。パールの変わり具合なんかもね、よく分かったので、いい勉強になりました。これをね、こちらのワゴン R に取り付けたいと思います。同様にサイドマーカーもこのような感じでね、スモークになっているというような感じで仕上がりました。あとはここら辺の作業依頼されたドアミラーウインカーなんかも全てブラックブルーアイズを施しました。こちらのドアミラーカバーもブルーイッシュブラックパールでテラッテラです。携帯が見えるぐらいテラッテラに仕上がっております。テラッテラです。なかなかいい塩梅で塗れたかなと思います。最後はね、ヘッドライトのガーニッシュの部分となります。これも反射するぐらいね、テラテラな状態でクリアを仕上げました。異物が入るんで、この後にね、異物除去の処理をして表面加工となりますので、異物はね、正直素人さんなので、異物が入ることは妥協して、その後の処理にね、マーブラは力を入れてます。ということで、こんな感じでドアミラーウインカーという、今回のね、タダでもらった白のワゴン R のレンズ関係の塗装を行いました。
今回はね、塗装だけだったんですけども、また今後、取り付けの画像なんかも展開していきたいと思いますので、もう全てのレンズを塗装しました。それをね、公開していきたいと思いますので、ぜひともご視聴いただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。高評価やね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。はい、どうもこんにちは。本日はですね、こちらのタダでもらったワゴン R なんですけども、今ご覧になってもらって分かる通り、テールランプが外されている状態になってます。いただいた時に気になってたのが透過類。こちらの透過類ってやはりくすんでたりとかしてしまうと、かなり古ぼけた感じが出てきてしまうんですね。それなので、今回この透過類関係、ヘッドライト、フォグランプ、サイドマーカー、それでこちらはドアミラーウインカーついてないんですけども、新設でドアミラーウインカーをつけます。そしてテールランプとハイマウントストップランプ。こちらをですね、一新して、さらにお家芸のマーブラックブルーアイズをですね、施したものをこちらにつけてどんな感じになるのかというのを展開していきたいと思います。またね、今回の動画では取り付け具合なんかも公開していきたいと思いますので、各部の場所がね、取り付けがどうやるかわからない方とか、もしいらっしゃったらですね、参考にしていただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。さあ、まずは現状なんですけれども、こちらのヘッドライトですね。ヘッドライトは何かスモーク関係を塗られている感じにはなってるんですけども、やはり通常のスモークだと黄色みがかったスモークになってしまうんですね。それと同時にレンズ自体が劣化によって黄色くなってしまうというのがありますんで、こちらをですね、交換したいと思います。反対側もやはりこんな感じで黄色くくすんだ状態になっております。端っこの方はね、特にこんな感じでくすんでいる状態になっています。並びにこちらのフォグランプなんですけども、フォグランプはですね、レンズ自体は綺麗なんですね。反対側もこんな感じで綺麗なんですけども、よくご覧になってわかる通り、電球が存在しません。なので、フォグランプのバルブをね、LED に新調すると同時に、フォグランプの方も交換したいと思います。続いてサイドマーカーなんですけれども、サイドマーカーはご覧の通り、片側はレンズカバーが外れているような状態になってます。そしてドアミラーに関しましては、ご覧の通り、こちらは MH21S となりますので、ドアミラーウインカーが装着されていない車両となっております。反対側もね、同様に、ドアミラーウインカーがないと、やはり今時感がちょっとなくなっちゃうかなっていうのが、マーブラ個人的な見解でね、ありますので、こちらをドアミラーウインカーを新設してですね、そのために以前のね、動画でこちらのドアミラーウインカーを塗装するという動画も出しましたので、そちらもね、ご覧いただければと思います。そしてテールランプはですね、以前からお話ししてるんですけども、こちらのテールランプですね、今現状、テールランプが外されている状態になってます。今ね、この車はほとんど走ってないんですね。それなので、純正テールランプを外して、マーブラックブルーアイズを施している最中ということで、こちらがね、完了しましたので、今回、こちらを取り付けたいと思います。さらに、こちらの純正のハイマウントストップランプが今外されている状態なんですけども、こちらも純正はクリアしか存在してないんですね。それなんですが、この純正のクリアレンズを赤く塗ってですね、同様にその上からマーブラックブルーアイズを塗り重ねて、ちょっと渋みを出してます。さらにクリアをね、上に3層塗ってますので、こちらは後ほど取り付ける際ね、ご覧いただければと思います。今現状こちらのテールランプとハイマウントはですね、昨日塗ったばっかりなので、ちょっとまだハンガー機の状態なんですけども、指紋がつかない程度で気をつけてね、取り付けていきたいと思います。まずはこちらの後ろ回りから取り付けていきましょう。じゃあここを外すにはプラスドライバーでスタッピドライバーを使うと楽だと思います。はい、外しましたらこのカバーが外れます。
そしてここにカプラーがありますので、こちらのカプラーがね、ハイマウントストップランプのカプラーとなりますので、こちらをつなげます。さあ、こちらが赤く塗ったハイマウントになっております。パーブラックブルーアイズを施して、さりげなくスモークがかった赤に塗装し直してます。こちらのカプラーを車体側のカプラーに刺します。配線がね、結構短いんで気をつけてください。刺したらですね、これを車内の方に入れ込みます。配線がね、長いので車内の方に引き込みましょう。そうしたら、まだ半乾きなのであまりベタベタ触らずに、はい、こんな感じで固定していきます。これでハイマウントストップランプが装着できました。どうでしょう。人によって好みそれぞれだと思うんで何とも言い難いんですけれども、マーブラはやはり後ろの透過類でクリアというのがちょっと違和感あったので、それでハイマウントを赤く塗りました。マーブラ的にはね、この白いボディに渋めの赤のハイマウントはお似合いかなと思って取り付けました。こんな感じです。さあ、引き続きね、テールランプもつけていきましょう。テールランプはこちらになります。片方はもう3日4日経つんですけども、こっちはですね、昨日塗りたての状態となってますので、塗装面が多分柔らかいと思いますので、気をつけて取り付けたいと思います。こちらも純正テールにマーブラックブルーアイズを施しました。なので、純正よりも結構渋めな雰囲気となっております。ただ、つけて、入れ込む。後ろ回り完成しました。詳しくはね、後ほどご紹介したいと思います。さあ、これで後ろが終わったので、今度はですね、前を攻めてみたいと思います。前に関しましては、こちらのヘッドライトのガーニッシュ。ここの部分はメッキなので、このついている車両のを剥がしてですね、新しいマーブラックブルーアイズが施されたヘッドライトの方に移植していきたいと思います。そちらの撮り方もね、撮影していきますので、撮り方わかんない方はちょっと参考にしてみてください。はい、外せました。ちょっと話変わっちゃうんですけれども、ご覧ください。こちらですね、いただいた時は、こちらの触媒のここの部分がぽっきり折れるというのがリコールでございます。なので、もう症状が現れてたので、スズキのディーラーに持ってって、それと同時に、こちらの排気音センサーも新品に交換されてます。MH21S は中間パイプには O2 センサーはないので、ここの1本が新品に交換されてます。なので今めちゃめちゃ調子がいいです。それではヘッドライトを外しましょう。ここに爪が入ってるので、ここを起こすと、ここの後ろにも引き抜く感じです。こんな感じです。これは先でも後でも構いません。ここのカプラーを外しましょう。はい、外れました。出してくると、ここの HID とオートレベライザーのカプラーがありますので、これを外します。これでフリーになりました。反対側もね、やりたいと思います。はい、ではヘッドライトが外せましたので、こちらのセンターガーニッシュを2つ
緊張感で温めながら撮りたいと思います。いきます。さあ、どうでしょう。内側から撮ります。ここ、爪折れやすいんでね。はい、来ました。さあ、まだ硬いんでちょっと温めましょう。熱しすぎました。こんな感じで取れていきます。これで取れました。ちょっとここシワいっちゃいました。爪も取れることなく、綺麗に外せました。綺麗にっていうのかな、微妙だけどね、シワいっちゃいました。もうやっちゃったもんだからしょうがない。同様にね、もう一個やりたいと思います。取れてません。あ、取れちゃいます。はい、取れました。さあ、これでセンターガーニッシュが外れました。一箇所はね、ちょっとシワがついてしまったのと、もう一個は片側の小さい方の爪が一箇所折れてしまいました。こちらがあるんで、太い方がね、残ってるんで大丈夫だとは思います。ちなみに、万が一爪を全部折ってしまったとしても、両面テープでちゃんとしっかりとくっつけてれば、基本的には取れることはありませんので、そこら辺はご安心ください。もしね、ご自分でやって折ってしまったとかあった場合は、そこら辺は最悪なんとかなりますので、ご安心ください。細かい方はね、自分でやらないでください。大好きなプロにお任せください。これをですね、新しいマーブラックブルーアイズを施したヘッドライトの方に取り付けていきたいと思います。はい、それではね、スクレーパーやパーツクリーナーなどを使って、だいぶ綺麗になりました。これでですね、新しいマーブラックブルーアイズのヘッドライトに取り付けたいと思います。こっちの爪2本の方を外側にして、引っ掛けるような感じでつけていきます。パチンと、これでつきました。もう一個も同様にやります。はい、これでできました。今度はですね、フォグランプを交換したいと思います。今これフォグランプの裏側なんですけども、フォグランプを外すのは簡単です。ここの3箇所のクリップを外すだけとなります。このクリップ外しなんかあるとすぐに簡単に外せます。はい、外れました。それでこちらはマーブラックブルーアイズを施したフォグランプをですね、16000ルーメンのライムイエローのバルブに交換します。差し込むだけです。完了です。これも同様に反対側もやりたいと思います。はい、これで完了しました。怪しさ満点です。これをね、逆の手順で取り付けていきたいと思います。さあ、取り付け完了しました。ではですね、一応フロントとリアが取り付け完了しました。申し訳ございません。
サイドに関しましては、次回の動画でね、お送りしたいと思いますので、今回は前後の透過類の交換となりました。ぜひ最後のね、全体像の映像を見ていただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が良かったねと思ったら、高評価や他の動画が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後の映像をどうぞご覧ください。私とは次回またお会いしましょう。さよなら。はい、どうもこんにちは。本日はですね、前回こちらの動画でね、透過類のレンズ交換を行ったんですけれども、今回はその時にやりきれなかったこちらのサイドマーカーとこちらのドアミラーウインカーを交換したいと思います。サイドマーカーはね、基本的には交換するだけで済むんですけれども、問題はこちらのドアミラーです。現状ではドアミラーにドアミラーウインカーがついていない状態なんですけれども、一応ね、ドアミラーウインカー付きのドアミラーを取り付けるんですけれども、配線を引くのに、こちらのサイドマーカーから引っ張ってくるだけなんですけれども、この配線の取り方をできるだけ目立たないように取り付けたいと思っております。一応ね、まだ見てないんで、一概にどうやればいいかっていうのはまだわかんないんですけれども、やってみてね、できるだけ目立たないようにしたいんですけれども、もしできなかったら、一般的なね、やり方をやりたいと思います。これを見て、こうするべきだろうと、うんちく評論家の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメント寄せていただければと思います。それでは今回は、サイドマーカーとドアミラーウインカーの交換をしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。さあ、それでは早速交換したいんですけれども、まずはですね、サイドマーカー、こちらから交換したいと思います。理由は簡単だからです。それでは始めましょう。助手席が交換するときは、ハンドルを左に全開切って手を入れやすいようにします。この車両はついてないんですけども、通常の車両ですと、フェンダーライナーが中側についてると思いますので、それをめくって手を入れていただきます。この車両はついてないので、そのまま手を入れちゃいます。そうすると、爪があるので、爪を押すと、こんな感じで取れます。これで、ここの爪を押しながら、グニグニ、グニグニ、グニ。はい。取れました。これで、あとは新しいものと交換するだけです。ちなみに、新しいものは、こちらのブラックブルーアイズを施した純正のレンズとなります。この白いボディをね、ワンポイントでつくのがなかなかかっこいいかなと思って、ブラックブルーアイズを施しました。こんな小さな部品でも、ブラックブルーアイズ、受けたまっております。それでは、このカプラーと本体を向き合わせてつなげます。はい、これで完了です。同時に今回、ドアミラーウインカーを交換しますので、ここの配線にドアミラーウインカー用の配線を分岐させたいと思います。ここはね、エレクトロタップでつなげたいと思います。今回マーブラが準備したものは、こちらのエーモンさんのダブルコードです。0.5 の 15m ということで、15m も正直いらないんですけれども、他でも使えるように多めのものを購入しました。同時に、こちらはモノタロウで購入しまして、配線タップコネクタ、いわゆるエレクトロタップですね。これのホワイトバージョン、
ホワイトバージョンは一番配線の細いやつ用となっております。これを使ってここの配線に割り込ませたいと思います。長さに関しては今エンジンルームを見てるんですが、フェンダーからここの部分を通してルームに引き込んで、そしてワゴン R の唯一のサービスホールとなるここですね。ここに配線を通そうかなと思います。ちょっと見えないんですけども、こちらの車内の下の方から引いてって、棒を使ってって、この発煙筒のカバーを外したここから配線をね通してドアミラーにつなげていくというような感じで配線を通そうと思います。果たしてうまくいくんでしょうか。ここからざっくりですが、これでカットして、それでエレクトロタップをかませたいと思います。これを通すときは、1箇所の部分だけポコッとする。これは、こちらの配線の方でストッパーになるようにしてあるんですね。それなので、こっち側の配線で、このストッパーを使って止めましょう。ガチンと。中にはね、このエレクトロタップが嫌いな人もいるらしいんですけども、そこは自由にしてください。エレクトロタップだろうが、ハンダ付けだろうが、裸配線で導線をね、つなぎ合わせようが、そこはもうオーナーさんにお任せします。いちいちグダグダ言いません。なんだって構いません。自分が自己満足で、電気事故さえ起こさなければいいと思います。これで接続できました。あとはこれを赤がプラスで黒をマイナスに気温を合わせましょう。おそらくこっちも緑がプラスで黒がマイナスです。この時ね、切り欠きのところにちゃんと配線があるかどうかを確認してください。そしてもう1個もかませます。これでかませられました。そうしたらこれをガチンとつけるんではなくて、こちらの配線の先頭部分、これをですね、車内の方に引き込んでいきたいと思います。これを入れて、裏側から取ります。そしたら、あとはここはもう閉じてもいいと思います。取り付きました。いいですね。かっこいい感じですね。こんな感じでついております。裏側から配線を通して、通しました。はい、じゃあエンジンルームまで引き込んできました。ここからエンジンルームから車内に引き込みたいと思います。ここで小さい穴で穴を開けちゃいます。これで開いたと思います。二重になってるので、奥の部分も穴を開けてください。はい、なんとか配線を車内に引き込むことができたので、今度は車内の方に通した配線を引っ張り出したいと思います。ない。はい、運転席。から見てみましょう。はい、今ですね、やってたんですけども、車内の方に引き込んだんだけど、なんかうまく届かないので、ちょっとね、天気が危なっかしいので、早めに終わらせるために、ここのフェンダーの隙間から通して、それで可能な限り配線見えないような状況で配線を通したいと思います。一応ここに樹脂のカバーがついてるんですけども、そこの間から割り込ませてきて、ここのゴムキャップを外して、その間から通して、ここのドアの中に通していきたいと思います。ここのさりげない間から通しました。そしてできるだけね、ここのゴムキャップの部分に近い部分から通します。それで配線を引っ張ってきます。そうしましたら、クリップ外しみたいなので、最初このゴムとかね、はい、ゴム取りました。これをドアパネルを外して、ここから中に引き込みたいと思います。そしてここのビニールを外します。外すと、この中にね、ゴムが通ってますので、ここに配線を通したいと思います。この針金とマスキングで一緒につけます。ここにね、
通していきたいと思います。どうかな。片手だと厳しいんで、スキップします。3分ほど格闘しまして、なんとかこうやって配線がこのゴムの間を折りました。これをですね、配線通して、ここをキャップして、配線を中に入れていきたいと思います。なんとかですね、こちらのカバーをこれぐらい外してですね、ここ爪が入ってますんで、この爪を上下取って、ここを外して、なんとかこのカバーを、ゴムキャップをここの溝のところにはめることができました。これをカツンとみたいな感じではめて、それでこちらもゴムキャップをつけました。ここの部分だけフェンダーからこのゴムキャップまでの距離だけ配線が見えてるんですけども、とりあえずこれでよしとしましょう。それでこのドアの中からですね、綺麗にゴムキャップ切ることなく配線通すことができました。ここからがこのドアミラーをね、交換して、この配線と同様にドアミラーウインカーの配線も出てきますので、ここで接続をしたいと思います。それではね、今回こちらの Z70 にニューペイントしたカバーに同様に、こちらのマーブラックブルーアイズを施したドアミラーウインカーに交換したいと思います。これをもともとはですね、こちらのドアミラーウインカーが付いていないドアミラーに、ドアミラーウインカー付きのカバーをかぶしただけなんですね。ただ、これを取り付ける際に、純正のドアミラーのカバーのボディの部分に穴を開けたりとかしなければならないので、それだったらそのまま穴が開いているドアミラーウインカーに交換しようということで、こちらを土台から交換したいと思います。まずは窓を開けておきましょう。まずここの2箇所を緩めて、このキャップをですね、外すと1本見えてきますので、ここの3箇所を緩めます。ここの3本を外して落ちそうに感じるかもしれないんですけども、ここに爪でね、引っかかってますので、3本外しても落ちることはしません。そうしたら、ドアミラーを押さえながら、ここの爪を外しましょう。その前に、表のカバーを外しましょう。表のカバーは、ここから外すと、容易に取れます。ここはね、下から取るといいでしょう。はい、取れました。爪も折れずに取れました。そうしたら、ドアミラーを押さえながら、ここのクリップを外しましょう。はい、摘出しました。こちらがもともとついてたミラーと、これからつけるミラーです。このミラーに、ここら辺に穴を開けて、その上からこのカバーをかぶせるような感じになってます。同じドアミラーなんですけども、ウインカーカバーがついてる分、分厚くなってます。かっこいいね。今度はつける手順なんですが、つける手順は、まずは配線関係を通しましょう。この先ほど言ったクリップが止まるところが、ここの四角の部分なので、四角の部分に配線を通します。通したら、ここの突起部分をくぐらせるような感じでつけていきます。はい、つきました。そうしたらこの3本のボルトを先に締めて、ドアミラーを固定しちゃいましょう。均等的にね、締めていきましょう。つきましたら、このミラーから出ている7ピンコネクターをドア側の方にカプラーをつけます。これでドアミラーの開閉や調整などの配線はここが司ってます。そしてこちらが後付けとなったドアミラーウインカーの配線なんですけども、先ほど苦労して引っ張ってきた、先ほどね、こちらのドアの先から引っ張ってきた配線とドアミラーからの配線を接続します。先ほどね、エンジンルームに通そうと思って配線長めにしてしまったので、余分な部分はね、カットしたいと思います。エレクトロタップでつなげます。緑がプラスで、黒がマイナスで、こちらも赤がプラスで、黒がマイナスです。そうしたらこのゴムキャップもね、忘れないうちにここにつけちゃいましょう。真ん中を押せば入ります。
これで接続されたので、窓の開閉に干渉しないように、この配線をですね、ここの裏を通しておきましょう。サイドマーカー側は、ここのね、下をちょっとスパイラルするみたいな感じにすれば、干渉しないで取り付けられます。カプラーを付け直して、そうしたらこのビニールを戻していって、パネルを付けましょう。そして最後にこちらのドアミラーカバーを付ければ完了です。これでドアミラーウインカーがつくか確認してみましょう。はい、ついてますね。これをもう片方やりたいと思います。もう片方も同じ作業となりますので、スキップしたいと思います。はい、ということで、動画ではね、スキップであっという間なんですけども、なんとか取り付けの方完了しました。大体ですね、反対側の方はもう通す位置とか決まったんで、配線を通して取り付けをして、点灯確認まで40分から50分で終えることができました。純正はこのような感じで外しました。こちらがドアミラーで、こちらがサイドマーカーと、片側はね、レンズカバーが外れてしまって、今回ね、この後見ていただきますが、新設と同時にマーブラックブルーアイズにして、それと同時にサイドマーカーもマーブラックブルーアイズを施したものを取り付けました。これでね、こちらの白のワゴン R も全てマーブラックブルーアイズに変更したということでですね、透過類だけでもだいぶ手間がかかりました。コストもかかりました。本来だったらボディを磨いたりとか、一通り終えてから透過類の変更というのがマーブラ的には流れなんですけれども、いかんせんですね、透過類の方が先にできてしまったので、透過類を先につけてみました。でもですね、副産物としまして、先につけたことによって、ボディがちょっとくすんでいる状態であったとしても、かなり洗練された新しい感じのね、雰囲気が出ましたので、ぜひですね、この雰囲気を見ていただければと思います。またね、マーブラックブルーアイズが興味ある方は、コメントとか、公式 LINE とか、DM とかね、そちらの方からご連絡いただければ、作業の方を受けたまわることもできます。レンズ持ち込みでも、レンズをこちらで準備して塗装するということも、どちらでも可能です。大好評なんでね、気軽にお問い合わせください。それではね、最後、ドアミラーウインカーとサイドマーカーを含めて、全体的なね、フルマーブラックブルーアイズに施した、タダでもらった白のワゴン R の全体像をご覧になってさよならしましょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったらね、高評価や他の動画が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで最後ご覧になってください。またお会いしましょう。さよなら。までの時刻ビートに乗せた希望手を伸ばす先は輝く明日がさ君との時間は宝この音楽でつながらもう聞きべきの瞬間はい、どうもこんにちは。本日はですね、サムネイルにもある通り、こちらのタダでもらったワゴン R MH21S のこの直塗装のくすんだボンネット、これをですね、綺麗にしてみたいと思います。どんな内容で綺麗にするかと言いますと、塗り替えるのではなくて、この塗装面を耐水ペーパーで研磨して、それで磨くと。そうすることによって光沢が出るのではないかということを思いまして、
今回それをチャレンジしてみようと思います。ただし、直塗装なので、かなり塗装膜が薄いと予測されますので、慎重にやっていかないと、あっという間にクリアを剥いでしまって、ベースの方に行ってしまったり、最悪サフェーサーとかそこら辺の方まで行ってしまう可能性もありますので、慎重にね、耐水ペーパーで削りながら様子を見て光沢を出していければと思います。それと同時にですね、このワゴン R、とにかく汚いんです。なので、四隅の部分とか、ドアモード周辺とか、フロントバンパーとリアバンパーを外したりなどして、見ないようなところも洗浄して、そして車体4輪をですね、リジットラックでジャッキアップで上げて、それでタイヤを外した状態でタイヤハウスの洗浄とか、あとは届く範囲で下回りのね、洗浄なんかもやりたいと思いますので、ぜひあなたの車も汚れてる部分もあるかと思いますので、どんな感じでね、油が洗浄してるのかというのをご覧いただければと思います。ということで、参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。はい。それではどんな感じなのかと言いますと、まずはですね、このボンネットですね。カメラだとね、補正が入って、ある程度、ここの太陽の光なんかがね、反射してるように見えるんですけども、実はこれ結構くすんでます。こうやって映しても、マーブラの顔は見えません。それぐらいね、艶がない状態となっております。ざらついてるっていうんですかね。そんな感じになってます。これを今日は磨いてね、テラテラにできればいいかなと思って磨いてみたいと思います。それと同様に、このタイヤハウスですね。もうタイヤはね、何度も外してるんですけども、やはりこの樹脂の部分とか、そこら辺がね、だいぶ汚れてしまってますので、そこをできるだけマーブラおなじみのね、たわし洗浄でどれぐらい綺麗になるかというのをやってみたいと思います。後ろも同様ですね。後ろなんかはこうやってね、泥を巻き上げたりとかでかなり汚い状態になってますので、これをね、果たしてどこまで綺麗にできるのかやってみたいと思います。そして次に気になるのはこの部分です。ハッチのね、周辺などもこんな感じでだいぶ汚れてしまってます。やはりね、今ご覧になってわかる通り、ホコリが溜まってると水はけが悪くなるので、それでね、錆が生じやすくなってしまいます。それなので、この汚れを事前に除去するというような感じでやっていきます。同様にこのテールランプなんかもリアバンパーなども外して、それでね、裏側っていうのもなかなか洗うってことないと思いますので、そこも綺麗にしたいと思います。そして最後はエンジンルームです。エンジンルームなんかもね、だいぶ汚い状態になってますので、これをね、綺麗にします。同様にエンジンの周辺も、この間の動画でタペットカバーのガスケット交換とか、クランクベアリングのね、シール交換とかやった時に、ここら辺とかひたすらね、ワイヤーブラシとか歯ブラシでエンジンのね、ヘッド周りをパーツクリーナーで洗浄したんですけれども、こういうところを見るとね、まだまだ油汚れがありますので、ちょっと手が届かないので、高圧洗浄機などでね、できるだけ汚れを飛ばしたいと思います。果たしてどこまで綺麗になるんでしょうか。やってみたいと思います。さあ、それではジャッキアップが終わったということで、ボンネットをね、やるんですけれども、ボンネットの方は、ホコリが乗っかってるので、軽くね、水洗いでホコリを落として、その後、耐水ペーパーで削って、そしてさらにポリッシャーで磨くと。これをやりたいと思います。はい、今ね、洗い終えて拭き上げたんですけども、こんな感じで分かりますよね。これならさすがに分かりますよね。反射がほとんどないんですね。ぼやけてる感じになってますので、触ってみるとざらついてると。やはり屋外でやったんだと思います。異物なんかがね、ちょこちょこっとあるので、これなんかも鳴らすと同時に平らにしていきたいと思います。そして残念ながらね、うちは2500番しかないんですけども、本来だったら3000番とか、そこら辺よりも上の
耐水ペーパーでやった方がいいと思います。2500でも直塗装だとさすがにちょっときついかもしれないので、そこら辺は状況を見て判断してもらえればと思います。それではこれをね、磨きたいと思います。さあ、それでは2500番で磨きます。軽くで結構です。本当にやりすぎるとおそらくあっという間に字が出ます。ハローホワイトだからね、分かりづらいんですけどもね、そこは本当によく見ながら判断しましょう。指でこうやって触ってみてね、ツルツルになってるかどうかなんかが一つの判断基準ですね。もうちょっとやります。だいぶなだらかになりましたね。こっちと比べてね、明らかに平らになった気がします。今ね、撮影用で一部分だけやってるんですけども、まずはここだけね、どれだけツヤが出るかっていうのを試してみたいと思います。そしたら一度タオルで拭って、もちろんこの状態だったら磨いてないところよりも傷だらけにしてるのでツヤがないのは当然です。こっからね、磨いて果たしてどこまで綺麗になるのかをやってみたいと思います。さあ、使うものはですね、こちらのダブルアクションの電動ポリッシャー。バフの方はウールバフの細めです。そして極細形状のコンパウンドと。こちらは肌調整用ですね。こちらを使いたいと思います。いざ磨いてみましょう。さあ、どうでしょう。ご覧ください。わかりますかね。この辺りがね、今、磨いた後となってます。わかりますかね。建物が反射して見えるようになったんですよ。これが、バックしてって、磨いてない部分になっていくと、ほら、見えなくなっちゃうんですね。それがまた磨いた方に戻っていくと、こうやって建物が認識できる。これぐらいまで反射具合が違うとなっております。違うんですよ。こんだけね、毎度のことながらカメラだとね、伝わりづらいんですけれども、これだけ変わります。まだちょっと平らにできてない部分とかがありますので、そこら辺なんかもある程度磨き直して、そしてですね、この全体のボンネットを1枚やりたいと思います。こっちとこっちの光の反射具合がね、違うのがわかると思います。これをね、これからやっていきたいと思います。さあ、いかがでしょうか。これでね、だいぶ綺麗になりました。ただですね、ここら辺なんかはね、すごく綺麗なんですけども、こういうちょっと異物があるものとか、ここの部分とか、ほぼ平らなんですけども、本当だったら、自分でね、塗装したものとかだったら、クリアの層の厚さが分かったりするんですけども、人様が塗ったやつなんで、正直、クリア塗装がどれぐらいの厚さかっていうのが分からないんで、ちょっと怖かったので、無理に追いませんでした。マーブラ大体いつもね、これ無理に折って、それで下地まで出ちゃって塗り直しっていう機会が非常に多いので、それなので今回はほどほどにしときました。それで削ったんですけども、全然綺麗です。缶スプレーだとは思うんですけども、缶スプレーで塗ったものでもね、最終的に塗装膜を平らにして磨けばね、こんだけ綺麗になります。他の部分とね、全く違和感なく、むしろボンネットの方が綺麗な状態になってます。この携帯のね、映ってる画面を見てもらえばとは思うんですけど、ほら。こんだけ違います。これぐらいね、光沢感が異なってきますので、もちろんね、今これ2500万で磨いたからっていうのはありますけども、もともとはまさにこんな感じでした。それを磨けば、ここら辺までね、蘇りますんで、これをですね、ボンネット1枚丸々やりたいと思います。これずっと見てると皆さん飽きると思うんで、今でもね、多分飽きてると思うんで、それなので、ここの部分だけではないので、スキップしたいと思います。それでね、最終的に仕上がった状態っていうのを見ていただければと思います。それでは次の部分までスキップしましょう。さあ、続いてエンジンルームをやりたいと思います。エンジンルームに関しては、最初ね、高圧洗浄機でホコリやゴミや少なからずの油感とか、そこら辺なんかを取り除いてね、そこからブラシでごちょごちょ洗っていきたいと思います。さあ、これでね、高圧洗浄機やりたいと思います。
グリルとね、バンパーも外したいと思います。さあ、これでね、バンパーで隠れた部分なんかも高圧洗浄機で洗っていきたいと思います。ちなみにこのエアコンのコンデンサーなんかを高圧洗浄機でやる場合なんかは、あんまり近くとか斜めからやらないようにしてください。このフィンがね、アルミなので簡単に曲がってしまいますので、当てるならちょっと距離を置いて、それでまっすぐ当てるようにしてください。これはラジエーターではありません。エアコンのコンデンサーです。ラジエーターはこれのもう一個後ろのここです。これでね、クランクシールやヘッドガスケットなどから漏れてきたね、オイルの汚れというのもかなり改善されました。パーツクリーナーでね、ある程度油分飛ばしてたっていうのもあるんですけれども、届かなかった部分に関してはもう高圧洗浄機入れ込むしかないというような状況なので、それでね、ある程度の汚れを飛ばしました。なのでこれで限度はありますが、綺麗なね、エンジンルームになっていくと思います。もうちょっと洗浄したところまでスキップしたいと思います。一応ブラシなどで洗いました。一応洗剤は中性洗剤でね、油がついてる部分などはそれで飛ばしたような感じになってます。ただね、今現状濡れてるんでエアで拭いたりとかしてね、乾かしたいと思います。これでね、綺麗にしたことによって見栄えがね、良くなるだけではなくて、こういうところなんかだったら詰まってるホコリなんかをね、取り除いてあげることによってエアコンの効きが良くなるとか、ラジエーターの冷えが良くなるとか、気圧の程度なんですけどね、やはりきれいに越したことはないので、今回洗浄しました。それと同時に、今回のメインどころは、やはりこのエンジンからのオイル漏れ、これが著しかったので、かなり油を取りました。でほぼね、ないと言っても過言ではないぐらい、油分を取り除きました。それなので、漏れてるね、カペットカバーとか、ランスベアリングシールのところとか交換したので、しばらくはね、エンジンオイル漏れるってことはないと思うんですけれども、万が一漏れた時なんかに早期にね、発見できるようにエンジン周りの油なんかもね、ほぼ除去しましたので、何かあった際にはすぐに分かるという限りでございます。それではですね、今度はバンパーなどを戻して次のステージに行きたいと思います。さあ、続いてですね、タイヤハウス、こちらをですね、洗浄したいと思います。主にたわしでゴシゴシやると白くなってしまった樹脂の部分なんかはある程度黒く復活しますので、そちらでね、ゴシゴシやりながら洗浄していきたいと思います。さあ、それではね、まずは高圧洗浄機で泥を飛ばしたいと思います。そしたら今度はこういう黒い部分の金属の部分にね、たわしでこするとね、だいぶ綺麗になりますので、このサスペンションはね、交換したばっかなんで、綺麗なんですけども、他のこっちの下のアームとか、いろいろこちょこちょやってね、綺麗にしていきたいと思います。はい、ということで、こんな感じでね、終わりました。どうでしょう。まだ水がついてるからっていうのもあるんですけど、肉眼で見てもかなり汚れ落ちたかなと思います。
残念ながらね、ここの部分だけフェンダーライナーがついてないんですけれども、通せるところは通しました。同時にですね、タイヤハウスだからね、すぐに汚れちゃうよと思うんですけども、やはりたまにね、綺麗にすることによって、時間をある程度維持できるというのもありますので、こんな感じで綺麗にしたいと思います。後ろなんですけども、こんな感じで非常に汚れてます。洗うところに関しましては、もう見飽きたと思いますので、スキップしますが、元のこの汚れ具合、ほら、もう積もってます。層になってしまってるので、これをですね、ひたすら洗い落として、ここら辺なんかも、ちょっとね、ブラシでこすって綺麗にしていこうかなと思います。あと、ここはね、後日、撮影ではやりませんが、カビ還元塗料でね、ここのブレーキローターのところも黒く塗りたいと思います。それでは、この汚れた具合を綺麗にしてみましょう。はい、ということで、後ろ回り洗浄してみました。いかがでしょう。もりもりになってた土もなくなりました。ある程度の面識層の汚れなのかなっていう感じですね。もうほとんどやっぱりこの方のワゴン R はここら辺は汚れてたりとかね、シミとかありますので、これはもうしょうがないかなと思います。それでもまだまだ走れるんで大丈夫なんですけど、それでアームルーユなんかもね、だいぶ白くくすんでたものがたわしでね、取れましたので、これでよしとします。あと2箇所頑張りたいと思います。これまでスキップ。さあ、それではいよいよラストね、リアバンパー周りをやりたいと思います。後ろはね、テールランプとバンパーを外して、軽く水洗いをすると。中に溜まったホコリを落とすのがメインなので、軽くね、やりたいと思います。だいぶ疲れました。さあ、取れました。これでね、水洗いで、ここら辺一帯をきれいにしたいと思います。さあ、だいぶきれいになりました。ここはね、隠れちゃうんで、そんなに重点的にやらなくてもいいんですけども、やっぱりね、バンパーの脱着するときなんかは、綺麗な方が外しやすかったりとかしますので、一通り綺麗にしました。これでね、あとは、ここら辺なんかも綺麗にしていければと思います。はい、ということで、一気にスキップしてしまったんですけども、なんとか日が暮れる前に作業の方を終えました。一応ですね、ボンネットの方もかなりの光沢が出まして、よく見れば、塗ってんなというのはわかるんですけども、一応パッと見じゃまず気づかないような仕上がりでね、マーブラの大好きなテラテラの状態に復活させることができたかなと思います。そしてですね、エンジンルームもかなり油まみれのエンジンだったんですけども、最初の方からね、見てる視聴者さんだったらご存知だと思いますけども、かなりの油まみれだったんですけども、逆にかなり綺麗になった方だと思います。それでね、今後オイル漏れした時なんかに早期に発見できるようにしといたので、何よりかなと思います。同時にね、タイヤハウス周りとか、フロントバンパー、リアバンパー、テールランプね、外したあたりのところとかね、やはり普段掃除することなんてまずないので、見えないところなんですけども、部品を脱着するときなんかね、ホコリで固着しちゃって取れづらいとか、そういうのが出てきますので、そのためにね、ホコリなんかっていうのを、水洗いなんですけれども、落としてきました。いずれね、この車持ってる限り、次のね、マーブラのメインカーというのが持てないので、やはりマーブラってなると黒の車っていうのがメインなので、黒の車を買うためには、こちらね、早く修繕して、もうほぼまともに走れるんですけどね、あとは外観とかそこら辺だけなんですけども、もうエンジンとかそこら辺に関しては、バッチリな状態に仕上がりました。この車を売ろうかなと思います。正直、走行費多分40万ぐらいいっちゃう予定です。また大赤字なんですけども、正直ね、もう19万キロいってる車両なので、日本人ってね、走行距離すごく気にする方が多いので、車両の価値に関してはまだまだ全然元気で、同じエンジンのラパンなんかも20万キロ超えとかざらにゴロゴロ走ってますので、まだまだ正直走ります。
実際走ってみてもかなりね、元気なので、まだまだ20万キロは余裕で超えると思います。それなので、元気なんですけども、やはり日本人というのは走行距離が大好きなので、あんまりね、メーターがかさんでるとトラブルが多いと、車両だと思われがちなので、30万円ぐらいで売れればいいかなと思っております。今ね、修繕の段階ですけども、欲しい視聴者さんいらっしゃいましたら、事前にコメントの方いただければと思います。もう大詰めに、ね、なってきましたので、間もなく作業の方が完了するというような状況になっております。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画がいいねと思ったら高評価や、他の動画が気になる方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、またお会いしましょう。さよなら。はい、どうもこんにちは。本日もですね、タダモラ白ワゴン R、こちらのカスタムを行っていきたいと思います。本日は何をしますかと言いますと、いよいよ終盤戦となってきましたので、車内のルーフ塗装、またですね、半分より上のパネルのブラックアウトの塗装をしたいと思います。だいぶね、こちら、タバコのヤニとかで車内が汚れてますので、墨汁で塗装をしたいと思います。調べたところ、墨汁にはやはり炭が入っておりますので、わずかながらですけれども、脱臭効果も期待できると出てきましたので、ブラックアウトと同時に脱臭効果も期待できますので、一緒に黒くしちゃおうかなと思います。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ということで、参りましょう。レッツゴー。マーブラックノリオ TV 驚きを届けるちゃんたちの情熱どこまでもベーション。さあ、それでは実際に車内の方の現状確認をね、してみたいと思います。はい、それでは今はですね、ちょっとこの段ボール溶けちゃいましょう。今現状の屋根はこのような感じになってます。だいぶですね、点々の汚れだと思うんですよね。汚れですね。ビジュアル的にあまりいただけないというのもありますので、これを墨汁で塗りたいと思います。全体的にカメラだと分かりづらいんですけども、黄ばんでる感じも否めませんので、そこをですね、真っ黒にして対応していきたいと思います。そしてさらに、こちらのパネルとか、このつり革とか、こちらの後ろのパネルもそうですし、さらに D ピラーのパネル、そして A ピラーのパネル、同様にこのバイザーですね。バイザーの方も、蓋の部分なんかとか、一通り外して塗りたいと思います。このルームミラーの裏側も全体的にブラックアウトします。さらに、ここのメガネケースとか、全体的なものも黒く塗りたいと思います。ここら辺をね、黒に統一するだけで、すごく車内が締まったような感じになりますので、汚れなんかも一掃されますので、しっかりとね、塗って変えていきたいと思います。あ、室内と LED のやつつけました。後ろの LED も同様につけました。さあ、それでは実際に外していきたいと思います。はい、それではこちらの A ピラーのパネルを外していきます。まずはこちらのウェザーストリップを剥がします。そうするとここにね、隙間ができますので、この隙間から手を入れます。そうするとこうやって外れますので、あとはこれを引っ張り出すだけです。はい、これで A ピラーが取れました。今度は D ピラーです。D ピラーはシートをちょっと前に移動しましょう。そしてまたウェザーストリップを外します。ここまで外しちゃいましょう。後ろ側もウェザーストリップを外します。今度はシートベルトが固定されてますので、カバーを上に開くような感じで開けます。17ミリのボルトが出てきますので、これを外します。取れました。そしたら同じく横から手を入れて引っ張ります。下の部分がついてますんで、ここもちょっと、そうですね。そうすると上に引っ張れば簡単に取れます。このシートベルトの上下をするものに関しましては、これを軽く下に引いて前に引っ張る感じ。それと上の部分も、こんな感じで上に引っ張って前に出せば引き抜けるようになってます。そしてこちらの一番後ろのパネルも、まずは上に上げて、この 14mm のボルトを外します。外したら、ここの後ろのウェザーストリップをまた外します。横の部分から手を入れて、こうやって剥がしていきます。反対側も同様に剥がします。
そして下の部分がちょっと引っかかってますので、ここのパネルを外しましょう。外しました。そうしたら、プレスラインのところに引っかかるようについてますので、これを浮かせます。こっちも浮かせます。そうすると、こっちにこのように隙間ができます。後ろ側も同様に外します。そうすると、もう、あとは楽です。これを外せば、こんな感じで外れちゃいました。サイドのね、ピラー部分は全て外れました。そしてこのつり革部分は開けるとこのようになってますので、クリップ外しなどで浮かせます。これで引っ張るような感じで、これで引っこ抜けます。これね、特にボルトとか刺さってないので、杭みたいなのが刺さってるだけなので、これを外すだけです。もう片側もやります。はい、これだけです。そうすると、こうやって軽く引っ張れば簡単に取れます。続いてサンバイザーです。サンバイザーはこの蓋を開けて、ここにドライバーのネジが刺さってますので、これをプラスドライバーで外します。外れたら引くような感じで外せます。そうしたらこっちもポコッと外せばバイザーが取り外せました。そしてここもクリップ外しなどで裏側からこれを引っ張ります。そうするとここが抜けます。これを抜いたらここも刺さってるだけなので簡単に引っ込めてます。そしてここのパネルですね。ここはこのメガネケースを開けて、そしてここの2つのクリップがありますので、ここの真ん中を押すような感じです。クリップ外しなんかでポチンと押してあげてください。こっち側もポチンと押してあげてください。そしてちょこっと本体を軽く引っ張ります。そして逆に入れると隙間がね少しできますので、その間にクリップ外しを入れます。入れて外すと、反対も入れて外すと、そうするとこのパネルが外せます。そしたら1個ルームランプのカプラーがついてますので、これを引き抜きましょう。これで上のパネルが取れました。片手なんでよく落っことしちゃってますが、皆さんは大事に扱いましょう。ルームミラーはネジ2本でついてますので、この2本を緩めます。結構ここは硬いです。カメラずれちゃってごめんなさいね。これでルームミラーも外せました。そしたらフロント周りは取れましたので、続いてラケッジランプなんですけども、ラケッジランプはまずはここのカバーを外します。外しましたら、電球を外しても外さなくても結構です。ここのクリップ外しなどで間に入れて軽く引きながら内側の爪を起こします。起こします。起こします。そうするとこうやって外れてきます。これで外せました。そしたらこれもここのカプラーが1個刺さってますので、爪を押しながら引くと。そうするとこうやって外せます。さあ、そうしましたらセンターと片側のサイドのパネルをね、全て外せましたので、こちらはね、タイムラプスで外していきたいと思います。はい、これでようやくパネル関係全部外れました。あとはこのルーフを剥がしたいと思います。特に糊とかはついてないんですけども、クリップが数箇所ありますので、それを外します。それを外すと落ちてきますので、それをね、キャッチしたいと思います。今ですね、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所外しました。ご覧ください。クリップのところと色がこんなに違います。タバコの槍って恐ろしいですね。それで、今このような感じで落ちてきました。これをこんな感じでくっついてますので、前の方がちょっとなんか引っかかってますので、それをですね、外したいと思います。1箇所ごめんなさい。クリップがありました。フロントライトのところ1箇所ありました。ここも忘れずに外しましょう。そうしましたらこのような感じで屋根が勝手に落ちていきます。ルーフはね、こんな感じです。なかなかね、見る機会ないと思いますので、よかったら見てもらえればと思います。本当に鉄板1枚です。
なので、人によってはね、ここに100均とかで売ってる断熱材とかね、敷く人なんかもいます。マーブラは正直あんまり重量増したくないので、このまんまにしてます。ではこれを引き出しましょう。これに乗せます。ようやくね、取り外せました。やはりね、全体的に見てもかなり汚れてるなというところです。まあしょうがないですけどね、バイザーの跡とか、このね、もともと表に出てなかった分と色を見比べると、こんだけ違います。一度洗浄してとかあるんですけども、無理です。落ちません。なので、それだったら、墨汁のね、脱臭効果などを利用してといいますか、活用してですね、そのまんま墨汁を塗りたいと思います。だいたい3本分ぐらいで仕上がります。それと同時にですね、こちらの外したパネルなんですけども、このような感じで一通り揃えました。小物関係も塗りますので、塗れるところまで塗っちゃいます。それでなくさないようにね、こういう紙コップなんかにまとめました。やはりこのパネル類外すときなんかは、タバコのヤニとかがやっぱりすごかったので、手が正直ギトギトです。それと同様に、やはりこんだけパネルが黄ばんでる状態となっています。これなんかもね、こんだけ黄ばみがついています。こちらのパネルたちは、ラッカーの艶消し黒で塗るんですけども、これを一つ一つもちろん洗うんですけども、やはり大変なんですね。それで、どうするかと言いますと、中性洗剤で、いわゆる脱脂をしながら洗います。洗うものに関しましては、金属製のスチールウールだわし。それで洗うことによって、若干のね、削りを入れられますので、削ると同時に洗浄と脱脂を一緒に行うと。こちらで時短作業をね、行いたいと思います。これでもこんだけの数があるので、かなり時間はかかると思います。あとは、できるだけこういうルームランプとか、このメガネケースとか、あとはこのバイザーですね。ここら辺なんかも分解していって、そしてルームミラーに関しましては、これはここのネジを外して、ボールジョイントを外すだけにしましょう。この鏡をですね、外そうとしますと、温めてやるんですけども、マーブラは前回自分のね、リミテッドをやった時、この鏡、見事にパキーンと割ってしまいましたので、ここはマスキングで対応した方がいいと思います。そして、このルームランプのね、カバーなんかも、これはもう塗らないんですけども、表だけを洗うんじゃなくて、意外に中がホコリなどで汚いので、こちらなんかはギザギザしてるので、歯ブラシなんかで洗うといいと思います。洗ってきれいにしていきたいと思います。主に分解するものは、運転席側のサンバイザー、ラケッジルームランプ、フロントのルームランプ、ルームミラー、この4点をばらします。差し込みはい。さあ、それでは塗っていくんですけども、今回パネルに使う塗料は、こちらのホームセンターとかで売ってる一番安いラッカースプレーです。こちらを塗る前にね、よく温めて、それでよく振ります。振ったらですね、早速塗っていきます。こういう缶スプレーの塗料は結構シンナーが多いので、遠目でね、拭くようにしてください。はい、試しにこんな感じで1個塗れました。今ね、テラテラになってるんですけれども、シンナーがね、飛んでいくと、艶消しのブラックになりますので、これをですね、すべて塗っていきたいと思います。正味2、3回塗るような感じで塗っていきたいと思います。それまでスキップしたいと思います。はい、ということで、だいぶ時間が経ってしまいましたが、なんとかパネル関係塗りました。後ほどね、見ていただければと思います。次はいろいろこちらのルーフのですね、墨汁塗りを始めたいと思います。ちょっとだいぶ時間が経ってきてしまいましたので、どんどん進めていきたいと思います。さあ、それでは準備なんですけども、マーブラはですね、今回はこちらのエアガンでやりたいと思います。もしご自身でやる場合でエアガンがない場合に関しましては、ペンチ用のね、ローラーなんかでも全然 OK だと思います。
そちらでも十分均等に塗れると思いますので、こちらで実施してください。容器に入れるんですけども、入れる前にね、まずよく振りましょう。よく振ったら蓋を開けてもらって、そしてもうそこにダイレクトで全然結構です。そのまま入れちゃいましょう。1瓶 180ml なので2本入りますね。もう1本入れます。これで 360ml です。それではいざ塗るんですけども、範囲に関してはですね、全開でも結構です。2回転ぐらい回しちゃいましょう。そして突出量も2回転ぐらいで結構です。最初からもう一気に吹いちゃっても全然大丈夫です。それではこの辺り一気に持ちましょう。はい、こんな感じで真っ黒になります。これをですね、一気に全部塗りたいと思います。タイムラプスでご覧ください。今墨汁ですね、3本ほど使いました。こんなに真っ黒になります。さあ、これでですね、日をまたいでしまったんですけれども、ちょっと塗料のね、買い足しとかで時間がかかってしまって、ルーフのね、墨汁塗装が一番最後になってしまったので、乾燥にね、どうしても時間を要するということで、日をまたいでしまいました。一応ですね、準備がちゃんと整ってれば、1日でなんとか終わらせられる作業内容となっております。そしてですね、ルーフと同時にこちらのパネル類なんかも全てマットブラックで塗ることができました。あと一つ唯一ですね、塗れてないところがあるんです。それはですね、シートベルトのホルダーの部分なんですね。これはベルトが通っているために非常に塗装が困難なので、なかなか難しいんですね。同様にベルトが擦れてね、いくら塗ってもやはりいずれ摩擦で塗装が剥がれてしまうと。なかなか難しいんですけれども、一応ですね、そのシートベルトの部分に関しては、できるだけ塗膜の厚い塗装でですね、こちらはハケで塗りたいと思います。パネル類なんかをご覧いただいて、その後にですね、シートベルトのホルダーの塗装をしたいと思います。こちらですね、見事に黒に全部塗り終えました。まだちょっと幾分再塗装して乾燥してるんですけども、こちらのパネル類ですね、先ほど紹介したホームセンターで売ってる缶スプレーなんですけども、やはり薄いというのと、何度か塗ってようやく塗り広げられたみたいな感じになったので、3回ぐらいですね、すべて塗りました。それなので、だいぶ時間を要して、ルーフの塗装が取り掛かるのが遅くなってしまったということなんですけども、こちらをですね、シートベルトのホルダーを塗装してから取り付けていきたいと思います。さあ、それではね、こちらのシートベルトのホルダーを外したいんですけれども、これこのまんまだと外せないので、ピラーの部分の下にボルトでもう1個固定されておりますので、こちらをですね、外したいと思います。外そうと思ったんですけれども、なかなかですね、ここにボルトとか、ここにボルトとか、外すのがちょっと大変そうなので、ベルトをですね、すべて引っ張った状態にして、そこでクリップ外しをですね、間に挟んでロックしました。それで、このシートベルトのホルダーが表の方までね、引っ張り出せるようになりましたので、この状態でね、塗装したいと思います。はい、できました。この塗料はですね、サビの上からでもできるサビ還元塗料で、非常に塗膜が分厚いんですね。
それなので、このシートベルトで擦れてしまうところを、幾分かはね、塗料が剥がれづらくさせるために、今回ここの部分だけはこの塗料を使いました。いくらか持ってくれればいいんですけれどもね。これをですね、乾燥させてる間にもう片側もやりたいと思います。はい、ということでこのおじさん一生懸命喋ってるんですけども、残念ながらマイクが切れていたため音声が入っておりません。タイムラプスでね、お送りしますので、ぜひぜひ音声が出るまでしばらくお待ちください。はい、ということで、無事、完成の方、終えました。なんとかですね、終えることができました。正直に言うと、あらはあります。それなんですけれども、車内が黒くて落ち着きますよね。そして何より、高級感がね、出てきますので、非常にいいです。ちょっとね、ご覧いただければと思います。はい、まずはですね、フロントからなんですけども、こんな感じになりました。もう、とにかくブラックです。まあまあいいんじゃないでしょうか。そしてこのミラーもね、裏側もしっかりと黒となっております。そしてそのまま A ピラーもね、黒ですし、もうとにかく黒なんですよ。そして B ピラーのところも黒にしました。そしてまあシートベルトのところはね、難しかったので、やはりどうしても粗が出てしまうんですが、黒になりました。そしてルーフの雰囲気はこんな感じです。これ今カメラだから結構明るいんですけども、実際だともっと暗いですね。実際だとこれぐらいの雰囲気ですね。かなり暗い印象になりました。こんな感じで、後ろなんかもすごくね、シックな感じになりましたので、ワゴン R はね、もともとシートとかが結構黒ベースなのが多いので、非常にマッチする感じになってます。違和感感じないですね。このポッチの部分がね、純正のグレーのまんまだとやはりみすぼらしいので、ここもちゃんと艶消し黒に塗りました。M さんにあげたワゴン R は、この後ろの部分のラケッジランプのところはグレーのまんまだったんですけども、今回はこちらもちゃんと黒に塗り直しました。相対的にいいんじゃないでしょうか。賛否両論分かれるかもしれませんが、マーブラはね、気に入ってますんで、もちろん
強制するわけではございません。こういう風にできるよというのもありますのでね、動画にしてみました。そして今回使った材料に関しましては、100円ショップで売ってる墨汁3本、それとホームセンターで売ってる格安のラッカースプレーを4本ですね、かかりました。そして工具は 17mm のラチェットとプラスドライバーとクリップ外しと。これだけでできちゃいます。ただ、部品数が多いので、あれどうだったっけかなとか、組み立てこんなんだったっけかな、あんなんだったっけかなとか、そういうのも出てきてしまいますので、そこがちょっと大変かなと思います。そしてですね、この作業をやる場合は、マーブラこの時期にやったの初めてなんですけども、だいたいいつも夏にやってるんですけども、冬場のこのインナールーフの塗装はですね、できれば避けた方がいいですね。何よりパネル関係を缶スプレーで塗るので、ノリが悪い。あとは乾燥が長い。それがありますので、非常に時間がかかりました。同時にこのルーフなんかも、墨汁をね、塗った後に乾燥させるんですけども、やはりそれなりの時間がかかってしまいますので、マーブラ的には夏にやった方がいいんじゃないかなと思います。真夏にやれば正直、暑いですけども、十分1日で、午前中スタートで夕方の4時5時ぐらいには十分乾燥も含めて終えられるような、撮影とかなしでね、ご自身で根気よくやれば十分1日でも作業を終えられる内容となっております。どうですかね。少しはこの雰囲気が伝われば幸いなんですけれども、もしご興味がありましたら、こんな感じで気軽にではないね。頑張ればできますので、ぜひお試しいただければと思います。またね、マーブラに頼みたいという方がいらっしゃいましたら、マーブラ受けたまっておりますので、ぜひご検討いただければと思います。ということで、いよいよこちらのただもら白ワゴン R 終盤となってまいりました。実はね、動画にもしていない内容の部分なんかもちょこちょこっとやったりとかしてるんですけれども、そちらは動画にするほどの内容ではないので、割愛させていただきました。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画がいいなと思いましたら、グッドボタンや、またね、こちらのただもら白ワゴン R はシリーズでやっておりますので、こちらのシリーズが気になる方は、チャンネル登録をしていただいて、再生リストから全てご覧いただけますので、ぜひともご視聴いただければと思います。ということで、またお会いしましょう。さよなら。君と一緒に